5章。天使たちは身近にいる。皆さん、今日は愛よりももっといいものをお届けしましょう。英知と力です。いや、皆さんの周りには人類に仕えておいでの目に見えない光の主たちがおいでになる。その存在についてお知らせしましょう。皆さんがどんなに自分をつまらぬものと思われようと、皆さんはキリスト公が外に現れるための通路となれるのです。このことを覚えておいていただきたい。おそらく皆さんが今ここにこうしておいでなのはそのお役に立つためでしょう。皆さんが真理と思うものを堅持し、そのために尽くすことです。その真理とは、大白色キリスト公は一切の人間の肉体も魂もその矛盾不調和の治癒者であるということです。この光は肉体を癒すことができます。しかしそれ以上です。いわゆる悪がもたらす一切の難儀や問題の大いなる解消者です。悪は破壊者ですが、光は建設者、構築者であります。そうして皆さん、私どもの言葉に耳を傾け読んでくださる皆さん方は、目に見えぬ主たちに招かれて、それと関わる者たち、奉仕者です。どうやれば奉仕できますか？こう皆さんは尋ねておられる。神から来るこの光の流れに気づくように、自らを鍛えることです。その光は心霊中枢、すなわちチャクラを通って皆さんの中に流れ入っています。次第次第にもっと、この生命と光の流れを知るようになることです。これは皆さんの全身を還流しながら、肉体と魂に活力と光を与え、さらに皆さんの高級画の闘技を受けて、皆さんから上昇して世界を駆け巡り、心、体、魂の病者を癒すこともします。天使と偉大な方々が人間に天界の力を自覚させるために人間に働きかけておいでになる。このことを分かっていただきたい。古代人たちはこのことを知っていました。すなわち古代人は魂に目覚める光によって光の国土のこと、および肉体と魂に影響を及ぼす精妙な活動のことを気づいていました。古代人は偉大なる第一原因、太陽に自身を同調させる方法を教えられていました。つまり、どうしたら太陽とその光に調和できるか、また、どうしたらいかなる害意も持たない心の姿勢が得られるか。こうして教えを受けた者は光の通路となりました。その者はチャクラに活力を与えている光を吸収します。光はこれらチャクラからかの7つの媒体に入り、これを後期あらしめました。この神秘の数字7は人間の神殿である媒体の基本であるだけでなく、全宇宙の基本にもなっています。生命の7つの光線がありまして、あらゆる生命はその中にあって生命を得ているのです。各光線の頂点には偉大な英知の大使方の中のお一人ずつがおられます。その背後には神の玉座を取り囲んで大天使並びに天使たちが控えておられます。おのおのの光線からはさらに7つの光線が放たれており、さらにはまたそれぞれから7光線が放たれております。したがって物質生命の背後並びに内部には人間系統及び自然霊、天使系統の無数の主たちがおられるわけです。進化する生命はこれら無数の主たちに支えられ養われてその存在を得ているわけです。皆さんが夜空を見上げて無数の星を見つめるとき、皆さんは全宇宙を見ていると思われる。しかし宇宙内部の見えない生命は何一つ見ていないのです。肉眼には脳では捉えられない。見えない宇宙の無限の空間を見ることはできません。しかし人が心の宮の内にある静寂に浸れるようになれば、この無辺の目に見えぬ宇宙が理解でき、知覚するようになるのです。もし皆さんがこの内的静寂の境地で庭園を歩けば、異なった生き物の存在に気づきましょう。それは人間ではなし、動物でもなし、また植物でもない生き物です。静かに静寂の皆さんの神殿に入りなさい。ほんの一瞬でもそうなれば、たくさんの小さな自然霊たち、すなわち花の妖精、地の精たちが見えます。石ころの中にも有的生命が住んでいます。普通の状態で皆さんが見ているのは花の外形なのです。思考を停止すればいろんな不思議を思いますよ。花はどうやって咲くんだろう。あの香りは何から生まれるのか。花は黄色、あれはピンク、葉は緑、あれは何？どんな力が隠れているんだろう。
すべての自然の背後には、七つの光線の一つに属する天使の指揮統率のもとに働いている大小いろいろの有的生命があるのです。これらは自分の群れの天使のもとで自動的な活動をしています。ある程度選択の幅はありはしますが、絶えず花の形と色を正しくしようと生命力を運び続けています。これと全く同様な過程が生命のどの分野でも取られています。皆さんの肉体は心理学者の言う本能心、私どもの言う自動心、その支配下にあります。睡眠と目覚めは順次起こりますが、これは本能心の統御下にあり、本能心は大天使の統御下にあるのです。天使たちが皆さんの受胎の瞬間から死の時までずっと付き添っています。死とともに銀の紐は切断され、束の間の肉体を残し、皆さんは天界へと生気を回復しに戻っていくのです。生気を回復しますと、また活動の場へと皆さんが戻っていくべき時が満ちますと、皆さんは地上に戻って行き、肉体を身につけ、さらに何かの仕事を、霊性進化のための労働を再び始めます。どのようにしてその労働を営むか、これは皆さんの選択です。しかしながら、次の考え方だけは持って常に生きていかねばなりません。私は生命に仕えるために地上に来た。人類進化の大計画に仕えるために来たのだ。これです。皆さんは生きており、動いており、霊的宇宙の中にあり、そうしてそこで演ずる自分の役割を持っているのです。私どもは皆さんが天使たちのことをもっと知るように努力しています。ある天使たちは、神が皆さんに与えている力をもっと知るようにと、また神ご自身の力を認識するようにと、皆さんを助けています。他の天使たちは、皆さんが放射する思想や願いを取り上げ、建設的に作用を与えています。次のことを皆さんに知っていただきたい。皆さんの思想は、自的誘引力によって、プラスまたはマイナスの他の思想の流れへ引き寄せられるのです。プラスの思想は、向上心とか建設的な思想のことです。引力の法によって善なる神の発光である偉大な思想の流れに結合します。不親切や残忍などマイナスの思想は回り回って闇の大きな流れを膨らませます。ああ、どんなに多くの無意識の残忍があることか。その逆にどんな形のものでも皆さんの心遣いや親切は人類の生存を支えている偉大な発光の流れに貢献しています。人はその思想でこの流れに貢献できます。そうして人が抑圧するものすべては人類から生命を奪い取ります。もしお好みなら空気をと言っておきましょう。何という責任がこの真理を知る人たちにはあることでしょう。このことを思い、決然として生命の大海に向かって愛を、光を与える決意をなされよ。ただいまここで次のことを決断なされよ。自分は必ずや正しい思想、正しい情緒、正しい感情を生命と同胞に向かって放つのであると。大白色霊団は7つの光線、7つの色、7つの音、7つの大生命流から成り立っております。これらは地上とその情報の都会にあまねく行き渡り、浸透しつつ地球の周りの7つの惑星にまで達し、それと連結しています。皆さんの体の内部にはこれら7光線に応じた波動が存在します。つまり皆さんの内部には全宇宙があるのです。いつか遠い日に皆さんは光の中心となりましょう。神ご自身にさえも。現在の皆さんは極小の粒です。想像を超えたある日、皆さんは宇宙そのものであります。生命とは壮大にして豊かではありませんか。努力はしがいのあるものではありませんか。されば神の授けたもうた。皆さんの力を使いなされ。決して一人ぼっちと考えなさるな。独りよがりで生きられるとは考えなさるな。皆さんを取り巻いている者たちは皆偉大です。人間王国のみならず、天使王国の方々も静寂の中にあって、これら天使の存在に気づこうと心を燃やしなされ、その愛の音楽を耳にしようと努めなされ、その衣装の栄光を見ようと努力しなされ、皆さんの想像力によって、皆さん個人の守護天使の輝く姿が皆さんの目にどうか見えるように、
皆さんの地上の全生涯を通じて助けるよう神から使わされているその使徒のお姿が、皆さん一人一人には人間の守護霊がついているだけではありません。天界から来て、神妙の世界から来て、皆さんを守っておられる天使がついておられます。数えきれぬほどたびたび守護天使はあなたのそばに来ています。しかし魂にそれがわかるのは静寂の瞬間だけです。皆さんは世俗のことや自分のことにかまけすぎているので、守護天使の刺激には無頓着なのです。もちろん人間には自由意志が与えられています。善に、すなわち霊的な刺激の方に人間が反応するときはいつも守護天使の助力を受けます。情報へ向かおうとする、高級な感化に反応しようとする皆さんの努力は決して無駄になることはありません。しかし次のことは記憶していただきたい。魂が天界の感化に応じてそれによって道を進んでいく段階では、魂は人間的な問題や人間関係の困難にぶつかるものだということを、人はこの人間関係に対して高級な霊的刺激または低級雅の本能、そのどちらでも好きな方を取って反応できます。もし本人が高級な霊的刺激の方に反応すれば、天界からの正常な光の助けによって本人は親切、寛容、辛抱、誠実となります。これぞ魂がやがて神の完全な息子となるために必要なすべての要素であります。しかしこのことは本人の決断、彼の自由意志によってなされねばなりません。私どもは救いには次の両面があることを皆さんが心得られるよう求めます。すなわち天使の指導と天使の助力、もう一つは人間の側の自らに対する指導助力です。人間が救われるもこれを拒絶するも本人以下にかかっているのですから、人間は自分に対する主役です。守護天使は魂が救いを求めるならば、これを導き、これに力を与えて、その魂の救助者となります。人間生活で最も大事なことは、天使たちがそばにいてくれることです。人間誕生の時は、守護天使が必ずそばにいます。それだけでなく、聖母の感化力がそこに来ています。守護天使は絶え間なくその魂の受肉を見守っており、聖母の愛は、その肉体誕生の過程を助けているのであります。どんなに小さな生き物の誕生も、天界の目に見えぬ力の表出であって、されば天使たちがそこにいるのであります。美しい音楽に耳を傾けるとき、皆さんはおそらく、そこに創造されているものに気づかれるでしょう。皆さんはハーモニーを愛する。すなわち音楽を、リズムを心で楽しむ。だが音楽はそれ以上の何かなのです。つまりあなたの全存在に影響を及ぼすものです。ほとんどの人が音楽の与える魂への影響をご存じない。音楽は聴者にその人の進化と関わる営みをしてくれる音楽天使を引き寄せるのです。世界くまなく7つの音がそれに相応する色の光線と結びついて振動しております。そのいずれもが音楽大天使に連結しています。しばらくの間、皆さんを思想の中の音楽の境へと連れて行きましょうか。目を閉じなさい。完璧なハーモニーの境へ舞い上がったと想像しなさい。偉大な天使オーケストラの演ずる声楽に耳を傾けていると思いなさい。天使らの姿に混じって神妙な天の色彩が現れているのが見えますか。波動しつつ生命そのものを想像しているその色が見えますか。音楽天使はそれを呼ぶ人たちのところへ近づきます。皆さんに天使らを呼ぶ方法が分かれば、天使らは皆さんに想像力を吹き込みます。あなたの魂の音楽を立ちどころに表現してくれる想像力を。これは文学の場合も、絵画の場合も、他の創造的芸術の場合も皆同じです。天使たちはまた、祭式が行われる時も近づきます。ここで祭式と申しているのは、正常で聖なる祭式の場合です。祭礼天使は偉大な祭儀に際して近づいて勢力の構築に助力します。天使らは高度精妙のエーテルを使い、これに形を与え、人間に生命の創造界からの美を供給するのです。皆さんの中には実際に祭列者の魂へ力を分配している祭礼天使の姿を見た方もありましょう。例えば教会での祭儀にあたり、
一人か何人かの天使が出席していて、回収にはわからないが、力を集め、投与し、神法に従いこれを使用しております。婚礼の場合、そこに霊的な雰囲気があり、正しい霊的な彩色が虚構される場合、もちろん形の上でも魂の上でもそうである場合、天使たちは近づきます。さて、その他に治療天使たちもいます。どの治療室にも一人の治療天使がいます。もしこの天使たちに生かされ、祝福されている聖女に入って、皆さんが開かれた内的な目で見れば、ゆったりと腕を組んで、その聖女を見守って立っている一人の天使の姿が目に映るでしょう。治療天使たちは治癒力を運んで分配します。天使たちには人間ではわからない、また使えない内的知識というものがあるからなのです。見えない世界で皆さんが接触するのは死んだ人霊だけだと、そう思い込まないでいただきたい。皆さんが治療に当たる場合は、天使たちが色と光のある宇宙光線を引き出し、病人に当てます。この目に見えぬ治癒力を持った光線の引き出し、投与、放射は誠に素晴らしく興味のあるものです。治療家は自分の手から放射する光線の力を感じます。何かしらを感じるのですが、何であるかは本人には分からず、自分は指導霊に使われているのだと本人は考えます。さよう、そうであるかもしれません。しかし、もし本人の視力が開かれれば、そこに治療天使がいて、天使から治療光線が出ているのが見えるでしょう。治療天使たちはキリスト光線の下で、すなわちイエス大使の下で活動しています。天使らは同情心にあふれており、見るからに光り輝いています。ある天使たちは特殊な一色の衣装をまとっており、他の天使らは多彩な色の衣装をつけています。しばしば一グループがみんな一色光線の衣装を着ていることがあります。それが純潔な白色ということがあり、天使たちには得も言えぬ方向と調和が漂っています。偉大なる光線が天使たちの姿をあふれさせつつ、降り注ぐ様を想像してごらんなさい。黄金の光線、バラ色の光線、柔らかいアメジスト色の光線、正常な黄色の光線、ありとあらゆる純潔な色彩の光線たち、その光線の中に無数の姿があるのをよく見られよ。人間の容姿を取られた天使たち、人間の魂と肉体のため、治療と慰めをもたらす宇宙光線を持って働いておいでの天使たち。遠隔治療の場合、病人の名前が呼ばれると、その時に接触が行われます。人間は空間ということを考えるが、魂の世界に空間は存在しません。ひとたび病人との接触が成り立つと、病人はそこにいるわけです。天使らは正確に具合の悪い箇所を見分けます。列席者もまた力を供出します。何が起こるのか。天使たちは必要な色を列席者たちから少しずつ引き出し、混ぜて多からず少なからず、病人に耐えられる正確な光線を病人に当てます。天使たちは、皆さんが精神や心から出せる治療素を巧みに操って使用するのです。この治療の仕事が非常に重要な意義を持っています。というのは治療とは、天使らとの共同作業であって、その通路となり、天使らに必要な思想の波動を提供するわけですから、これによって皆さんは病人を助けるだけでなく、人類の全体的進化にも役立っているのです。最後に、いわゆる死。人間は死なねばなりませんが、この時に重大なことが生じます。しかしもちろん、本当の人間の方は死ぬわけではありません。つまり、その霊が鎮座している魂は、静かに頭部の方から抜けていって、肉体をもぬけの殻のように後に残します。この時高いの方では、天使たちがこの新生児の魂を受け入れようと待っております。死の天使はどのような死に方をしようと、死の場面には必ずそこにいます。静かに霊的生命の方に誕生します。一般に新生児の魂は赤ん坊と同じです。物質界から他界への移行は、物質界への誕生と同じです。死にかけている肉体のそばに、小さな姿が作られていきます。それから死の天使の愛の手に抱え込まれるのです。死の天使の心地よい外意にくるまれて、新しい生命の世界へと誕生していきます。そこには他の天使たちが世話をしようと待ち構えていて、
ゆっくりとその魂を目覚めさせ、新生命に気づかせていきます。死は皆さんには偶然と思えることがしばしばありましょう。しかし偉大な方々、つまりはカルマの神々にはそうではありません。カルマの神々は正確に死が近づく時を知っていて、それに応じて準備をされます。死の天使は想像されるようなゾッとする姿ではないし、ましてや冷酷でも残忍でもありません。そのベールを取れば、皆さんの目に入るのは、言うに言えぬ慈悲と憐れみと愛にあふれた顔なのです。私どもは皆さんが次のように理解されることを望みます。人生はすべて神の愛の手の中にあります。人生のすべての重要な出来事には準備がちゃんとなされています。神は卑しくも皆さんを愛しておいでの方。かように神をお考え願いたい。皆さん、心にしかと止めていただきたい。父であり母である神は決して、いやいや、断じて皆さんを見捨てることはなさりはしないと、イエスもかように申された。皆さんの髪の毛の一本さえも数えられていると。また、一羽のスズメも、天なる父の知らぬところで地に落ちることはないと。皆さんは神の愛にしかと支えられています。天使たちの世話の手にくるまれています。求めなさい、願いなさい。されば神の祝福が霊的にも肉体的にも目いっぱいに得られよう。なんとなればこれが新法の働きであるから、新法にはいささかの狂いもないから。